こんにちは、たけチャンネルです。今回はですね、MFH の12分の1メルセデス C11 の91年ルマン仕様ですね。こちらの制作の続きをやっていこうと思います。はい。で、ちょっとね、かなり期間が空いてしまったんですけど、何をやってたかというと、ひたすら資料を探してました。内装とか、内装エンジンルーム周りの配線、配管をやっていこうと思ってたんですけど、資料がないんですよ。C11。結果がね、5位だったっていうのもあるし、C11 の先代が C9 になるんですけど、C9 のインパクトがでかいっていうのもあって、C11 がね、本当本がほぼ出てないですし、要所とかもいろいろ調べたんですけど、マジでないんですよ。なんで、かなり苦戦をしました。で、エンジン周りの配線はね、ある程度資料見つかったんですけど、それ以外の資料がもうほぼ何もないっていう感じだったんで、ある程度もうアドリブというか、多分こんな感じだろうっていうのも、含まれるんですけれども、配線作業をやっていきますので、よろしければ最後までご覧ください。というわけで、やっていきましょう。はい、そしたら配線周りの作業をやっていくんですけども、キットに入ってる、この配線ちょっとくしゃくしゃになっちゃったんですけど、この配線だったりとか、あとこのゴムのコネクターのパーツ、こういうラバー製のこういうコネクターの端っこのパーツですね。これ一個一個切り離して使うんですけど、こういうパーツで、あとこういう、ジョイントのパーツですね。ホワイトメタル製のジョイントのパーツ、これは全部キットに入ってるものになるんですけど、これを使っていくのと、それプラスちょっとこれも使っていこうと思います。トップスタジオの、ディテラップパーツで、バンジョーフィッティングセットって言って、ブレーキのキャリパーのところとか、ブレーキ周りですね、中にオイルが通る、部分を固定する用の、こういうフィッティングジョイントの部分があるんですけども、それのパーツです。これも、取り寄せたんで、これも使ってやっていこうと思います。はい。なんでこれはね、キャリパー側に使う感じで、ブレーキのマスターシリンダーの方は、キット付属のバンジョーボルトがついてるんで、そっちの方はそれを使って、でキャリパー側の方はついてないので、これを使ってっていう感じで、配線とか配管の作業をやっていこうと思います。あとそれプラス、透明なチューブだったりとかいろんなものを使いながらやっていこうかなと思ってるので、かなりねちまちました作業になるんで、ちょっと動画的にはね正直全部紹介してもはっきりと面白くない動画になると思うので、早送りしつつ、ポイントになるところだけ、ちょっとお話をしながらっていう感じでやっていこうと思いますので、よろしければ最後までご覧ください。というわけで作業をやっていきましょう。はい。で、まず、このコネクタ、ラバー製のコネクターなんですけど、これはね、これが1個のパーツになってて、ちょっと見えるかな？で、片方が太くて、片方が細い形になってるんですよ。で、こっちの細い方に配線が刺さる形になるんですが、これは一体でシリコンで抜かれてるので、穴が開いてないんですよね、こっちの細い側。なので、ここにまずピンバイスで穴を開けてあげます。配線を通す用の穴を開けてあげる。でこの時相手ゴムなので、ピンバイスであんまり無理やりやっちゃうとね、ゴムがちぎれてしまうので、慎重にゆっくり入れていってあげましょう。柔らかいゴムなんでね、そんなに力入れなくても入っていってくれるので、こういう感じで貫通させてあげる。ちょっと見にくいな。
こう貫通させてあげたら、次この先ここにこの配線を刺していくんですけど、これキットに付属のやつ、これ 0.38mm の、コードなんですけど、このまんまだと刺さらないので、この先っぽをほんのちょっとだけ被覆を向いてあげます。あんまりいっぱい向くとね入らないんですよ。これはこれで入らないので、もうほんのちょっとだけ被覆を向いてあげて、でこの向いた芯線をちゃんとまっすぐ伸ばした状態で今開けた穴にギュッて差し込むと。こう差し込んであげます。こういう形で。で差し込んだらそこを瞬着で固定。で固定してあげるっていう感じの作業をやっていきます。はい。はい、というわけで一通り配線が全部終わりました。はいね。まあちょっとね、この C11 っていう車がマジで資料がないんですよ。ネットでどんだけ探しても C9 はいっぱい出てくるんですけど、 C11 の欲しいところの画像がもう全く見つかんなくて、もう特にね、このエンジン周りとかは割と画像あるんですけど、ここですよね。この車内のこの ECU やと思うんですけどね、 ECU とかがついてるここら辺の配線の資料っていうのがもう一切見つからなくて、いやもう散々探しまくったんですけど、結局見つからなかったので、こんな感じかなっていうフィーリングで配線の取り回しをしました。こんな感じ。はい。それっぽくはなったんじゃないかなというふうには思います。はい。なのでね、今回とりあえず配線関係に関してはこの辺の配線で、あとこのエンジン周りですね、このインジェクターとかこのダイレクトイグニッションに、イグニッションコイルに向かってるこの配線関係、あとこのセンサー類から生えてる配線をちょろちょろと、つないだのと、あとこのターボ関係ですね、ターボ関係の配管で、ターボのこれ多分オイルだと思うんですけど、この配管に関しては MFH のこの新商品のワイヤーコードを使いました。でこんな感じですね。であと説明書には書いてないんですけど、ここのスワールポット、ラジエーターの空気抜きですね、ラジエーターの空気抜きのスワールポットから、ラジエーターのリザーバータンクにこの透明なチューブを1本通してます。これ実車もここにこういう配管が入っているんで、こういう形で通してあります。であと前後のブレーキですね。前後のブレーキのところにはこの盤上のディテールアップパーツ、これは、トップスタジオのやつですね。トップスタジオのこの盤上ボルトの、ディテールアップパーツをつけてブレーキ配管をこう引っ張ってっていう感じで、フロントも一緒ですね。フロントも盤上で配管を引っ張って、でフロントのここにこのマスターシリンダーから来た配管を分岐させてフロントの左右にっていう、配管を
接続しました。はい、こんな感じ。この辺も資料は皆無だったので、おそらくこうだろうという、推測のもと配管をしました。はい。でこうやって配管をしたんですけど、フロントにラジエーターがつくと全く見えなくなる。全くではないんですけど、ほぼ見えなくなるんで、もうこれをつけちゃいます。でこれがね、ここにこうついてで固定していると。でこの横にブレーキダクトがつくんですけど、ブレーキダクトに関してはボディのカウルをつけてからここにラジエーターホースを通さないとダメなんですよね。ラジエーターホースを通さないとダメなので、それをつけてからっていう感じになるので、今の時点ではとりあえず取り付けません。でここで固定してあげて、でなんでこのラジエーターをつけるかというと、このラジエーターのダクトをつけてあげないとフロントのここのフロアがやたらしなるんですよ。なのでもうここもね全部接着してしまう。この隙間に瞬着を流し込んでギュッと押さえてあげる。これで接着してしまえば、これでフロアパネルがねかなり強固に固定されると思うので、これで作業とかがしやすくなると思います。はい、こんな感じなので、一応今回の作業はここまでで終了という形にさせていただこうと思います。で次の動画ではちょっとこれは収録外でやるんですけど、収録外で最終のボディの愛の確認をしようと思ってます。ボディの最終の確認をしてあげて、で OK なところまでちょっと軽く調整をしてあげたら、ドアのヒンジつけたりとか、あとガラス類とかをつけたりっていう感じで外装の組み立てをやっていこうと思いますので、また次も頑張って作業やっていきますので、続き見たいなと思っていただける方はですね、下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録よろしくお願いいたします。ちょっとなかなかね、大変な作業が続いたんで、かなり感覚飛び飛びになっちゃったんですけど、ここからちょっとペース上げて頑張ってやっていきますので、次回もお楽しみにしていただけたらなと思います。はい、というわけで本日もご視聴いただきましてありがとうございました。